今回は皆さんいいですか、アダルト VR を見るのに最強な VR ヘッドセットが判明しましたので紹介します。最高なアダルト VR を体験したいという人には間違いなくおすすめです。皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルのショーです。早速ですが今回紹介するヘッドセットを発表します。それはリバーブ G2 です。もちろんですが、オキュラスクエスト2とか他のヘッドセットでもそれなりにいいアダルト VR は体験できます。でもリバーブ G2 であればさらに上質な体験が可能になります。むしろ現在販売しているヘッドセットの中で最もアダルト VR を主張するのに最適だと言っても過言ではありません。なのでクエスト2では満足できなくなったなという人や、さらなる高みを目指したいという贅沢な我々にとってはいい情報でしょう。なんでリバーブ G2 が最強なのか、スペックも含めてじっくり解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回こちらの流れで解説していきます。スペックの紹介、初代との比較、スペックの詳細と他のデバイスとの比較。スペックの詳細ではそれぞれの項目で他のヘッドセットとの比較と、さらにアダルト VR を見るときにどう影響が出てくるかも含めて説明します。このチャンネルではいつも VR に関する情報をお届けしたり、 VR カメラで撮影した実際に VR で見れる動画をアップしたりしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまずはリバーブ G2 のスペック紹介です。表で出しますので一旦さらっと把握しておいてください。こちらになります。それぞれの項目の詳細は後々じっくり見ていきますので、今わからなくても安心していただきたいんですけど、その前に一つ押さえておきたいポイントがあります。実は2019年5月にリバーブ G2 の前の機種リバーブが発売されています。 G2 というのはジェネレーション2の略だったんですね。こちらの表を見ると分かる通り、初代と G2 は解像度が全く同じで、価格はむしろ安くなっています。その他全体的にそこまで違いはないように見えるんですけど、実は初代はあまり評判が良くありませんでした。その理由はディスプレイの発色があまり良くなかったり、トラッキング用のカメラが2個しかなくて追跡可能範囲が狭いなどの欠点がいくつかあったからです。それらを改良してリリースされたのが今回のリバーブ G2 です。特に注目したい改良点は、レンズやパネルを変更することでディスプレイの綺麗さが向上したこと、その他トラッキング精度の向上やフェイスクッションもパワーアップしているなど、全体的に細かい改良がされています。より完成度の高いヘッドセットになって2020年9月に発売されました。それではここからはリバーブ G2 のスペックを詳しく見ていきましょう。まず接続方式ですが、使用するにはパソコンとヘッドセットを有線でつなぐ必要があります。有線なのでオキュラスクエスト2のようなスタンドアロン型と比べるとちょっと不便なところではありますが、それだけ高品質なコンテンツを扱えるのでメリットでもありますね。ケーブルがなるべく邪魔にならないように VR 用のワイヤーリールを使って天井に吊るすのがおすすめです。自分も使っていますが、これで有線でもあまり気にならなくなります。接続するパソコンの必要スペックはこちらです。グラフィックスと CPU とメモリを確認してもらえばと思います。解像度が大きい分、それなりのスペックのパソコンが必要になってきますね。現在ビットコインの高騰の影響で特にグラフィックボードが品薄になっているのでご注意ください。視野角は114度です。これは平均的な PCVR と同じぐらいです。クエスト2の視野角は約80度ちょっとなんですけど、それだと正直少し物足りない感じがありますよね。114度あればまあ十分だと思いますね。アダルト VR の映像は180度に広がってますけど、端の方を見ると立体感が失われてしまうので、実際に見る範囲はだいたい60度ぐらいですからね。リフレッシュレートは 90Hz です。オキュラスクエスト2の最大値と同じですね。リバーブ G2 よりリフレッシュレートが高い PCVR はありますけど、例えばバルブインデックスは最大で 144Hz だったりします。ただ VR 動画を見るときは結局は動画自体のフレームレートも影響してくるので 90Hz で困ることはないと思います。トラッキングはインサイドアウト方式で6ドクとなっています。本体前面にトラッキング用のカメラが4つついているので、外部センサーの設置は必要ありません。なのでプレイエリアが限られないっていうのはいいですよね。配線が届きさえすればリビングでもベッドの上でも自由に行き来ができます。
ケーブルの長さは6メートルなので結構余裕がありますよね。ただその分コントローラーのトラッキング範囲はあまり広くないようで、クエスト2と比べても狭いみたいです。コントローラーをヘッドセットに近づけるとトラッキングが失われてしまうようです。これはゲームをするときは問題になってくると思いますけど、 VR 動画を見るときはどうでしょうか。だいたい座っているか寝転んでいるかですよね。それに VR 動画を見るときってコントローラーじゃなくて他のものを握ってますよね。全く問題ありませんね。重さは約 500g となっています。ただこれはメーカー公表値で実測値は 600g という情報も出ていました。ちなみに他の目安になりそうなヘッドセットと比較すると、オキュラスクエスト2は 503g で、バルブインデックスは 748g です。動向間距離は手動で調整することができます。調整可能な範囲は 60mm から 68mm となっています。そしてリバーブ G2 にはヘッドホンがもともとついています。これはバルブインデックスと同じもので結構品質がいいものです。いちいちイヤホンをつけなくてもいいっていうのがいいですよね。ケーブルとか煩わしくてアダルト VR 見てる時につけてられないですよね。しかもオフイヤースピーカーというヘッドホンをつけた時にヘッドホンが耳から若干浮いた状態になっているものです。なので耳に直接当たることがないんですよね。圧迫感で煩わしさがないのでより集中できますよね。ただ逆にイヤホンとかに比べて音漏れしてしまうことは間違いないですね。もはや音漏れってレベルじゃないほど聞こえてしまいますよね。イヤホンジャックもないので他のヘッドホンを使えないのが残念なところです。自分は一人暮らしなのでクエスト2でも標準のスピーカーで音量マックスで音漏れもマックスで使ってますけど、一人暮らしじゃない人は結構死活問題ですよね。ここで解決策として提案したいのは、Bluetooth は使えるのでワイヤレスイヤホンを使うといいと思います。一応付属のヘッドホンは取り外しができるようになっているので邪魔になることもないと思います。なんとか一安心ですね。対応のプラットフォームは SteamVR と Windows MR です。ファンザとかアダルトフェスタももちろん見ることができます。そしてこれがリバーブ G2 の一番の魅力で、アダルト VR にも一番関係してくるところだと思うんですが、画質についてです。解像度は片目 2160×2160 もあります。これはオキュラスリフト S の 2.5 倍の画素数ということを公式が明言しています。オキュラスクエスト2と比較しても 1832×1920 ですから、リバーブ G2 の方が高いですよね。そして現状これより解像度が高い VR ヘッドセットは一般向けだと Pimax シリーズだけだと思います。Pimax 8K は解像度が 3840×2160 とかなり高いんですが、ここで注意したいのが視野角は200度と広いということです。リバーブ G2 の視野角は114度なので、対比してみると実質的な解像度はほとんど一緒の可能性があります。それとアップスケールしていたり周囲の視野がぼやけるといった欠点もあるみたいですしね。リバーブ G2 の解像度はかなり優秀です。そしてディスプレイについてですが、フル RGB ストライプの液晶パネルが使われています。液晶だと有機 EL に比べて発色やコントラストが劣ってしまうなどの欠点があるんですが、初代と比較の時にも少し話しましたが、レンズをバルブ社と共同開発したものにすることによって明るさとコントラストが向上しています。ジャパンディスプレイにしたことも性能向上に関係しているかもしれません。オキュラスクエスト2は液晶で少し暗いなという印象がありますが、リバーブ G2 ではそんなことはないようです。もちろん画面が網目のように見えるスクリーンドア効果もほぼないようです。実際にレンズを通してどのようにディスプレイが見えるかは、海外の VR 系 YouTuber で有名なタリエル・ウッドさんの動画を見ると分かりやすいかと思います。概要欄に動画のリンクを貼っときますね。他にも色々なヘッドセットと比較されているのでとても参考になると思います。これらを踏まえるとどれだけリバーブ G2 が画質について優秀なのかが分かると思います。そして価格は 65,780 円となっています。これ結構安くないですか？これまで説明の中で出てきた VR ヘッドセットと比較してみました。こちらになります。やはり Pimax 8K と Valve Index はリフレッシュレートとか視野角とか全体的な性能がいい分10万円を超えてきますね。ここで解像度も一緒に見てみましょう。これを見ると分かるのが、リバーブ G2 がこの解像度でこの価格というのは
かなり費用対効果が高いってことですよね。それではここまでで紹介した内容で最も重要なことは何だと思いますか？自分が思うにはリバーブ G2 は他のヘッドセットと比較して画質以外に何か突出した部分がないということです。これは何かデメリットのように聞こえてしまいますが、個人的には大きなメリットだと思っています。なぜかというと、性能は平均点をとって欠点をなくしつつ画質の向上に特化させることで価格を抑えることができるからです。もしリフレッシュレートが高いとか視野角が広いとなってしまうと、その分価格が上がることは避けられないと思います。もちろんスペックがいいに越したことはないんですが、アダルト VR 市場において一番重要なことは何でしょうか？トラッキングの性能でしょうか？視野角でしょうか？その辺のスペックが向上したところで体験の質が大幅にアップするかというと微妙なところではあります。アダルト VR で最も重要な高画質に特化して他は平均点なスペックのままで価格を抑えてくれた方が皆さんにとってもメリットになってくると思います。なんともアダルト VR ユーザーの皆さんの要望に応えているかのような機種だなと思ってしまいます。これはあくまでも予想なんですが、リバーブ G2 以上の画質のヘッドセットはディスプレイがマイクロ有機 EL とかになってくるんじゃないかと思います。マイクロ有機 EL が搭載予定のヘッドセットは直近で分かっているのは早くて今年末に発売を目指しているパナソニックのメガネ型 VR です。その詳細についてはこちらの動画を見てみてほしいんですが、多分早くてもそれまではリバーブ G2 がトップに居続けるんじゃないかと思います。ということで最高なアダルト VR を体験したいという方はリバーブ G2 がまさに最適ということが分かっていただけたのではないでしょうか。これを機に購入したいという方、すいません、ここまで解説しておいてなんなんですけど、実は今残念なことに公式のリバーブ G2 の販売が一時停止になっています。つい最近まで注文できていたんですけど、動画を作っている間に停止になっていました。ただ公式のサポートに電話して聞いてみたら生産終了になっているわけではないということでした。今生産が追いついていなくて、もともと公式から注文しても発送が5月とかそれ以降だったらしいので一時的に停止しているということでした。生産が追いつけばまた販売開始するみたいです。この動画をアップしたからには皆さんのためにも責任を持ってなるべく毎日在庫の確認をしようと思います。もし販売再開したら Twitter で報告することにします。あとは公式以外でも販売しているサイトはあるので価格コムとかも見てみるといいと思います。2月末から3月頭にかけて他のネットショップで62,500円で販売されているのを何度か見かけました。こっちも販売されたら Twitter で報告しますね。ということでリバーブ G2 の紹介でした。今後もアダルト VR の視聴に適した VR ヘッドセットが続々と登場すると思います。そういう最新のヘッドセットの情報や VR 関連の情報が入りましたら動画でいち早く皆さんにお届けできればと思います。もし気になる方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。こんなことも知りたいとか何か意見がありましたらコメント欄でお願いします。また最新情報については Twitter ですぐに更新しているので概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは良い VR ライフを。